こんにちは。今日はリスキリングが評価されない理由とその対策を語ってみたいと思います。皆さんリスキリングって最近、頻繁に叫ばれるようになってきていると思います。ただですね、このリスキリングってまだまだですね、実は浸透しきってないのかなというふうに思うのが、私ユートピックの思うところです。なんでかなって思うことを今日話していきたいと思います。まずリスキリングとは何かっていうと、ツイッターとかでよく見て流れてきていることからまとめますと、なんでしょう。自分が本来持っていたスキルとは別のスキル。わかりやすいところで言うと、非 IT 系の人が、そういう IT 系のツールを使いこなすスキルとか、あるいは、ノーコードツールを使ったりとか、プログラミングまでできちゃう人もいるかもしれません。そういったものを使って、新しい、事業開発とか、事業開発というかなんだろうな。例えば業務に役立つ業務改善ツールを作ったりとかっていうことができるようになっていくこと。これが、リスキリングに、その成果だと思います。ところがですね、そうは言われててもなかなかそれが評価されてないんじゃないかなっていうふうに思うのが、最近のツイッターのタイムラインを見てて思うことと、私ルートピックが感じるところです。なぜ評価されないのかっていうと、主にですね、評価されないのは、あるパターンがあると思うんですね。まず評価されるパターンっていうのは、自社内での話だと思うんですね。自社内で、例えば非 IT 部門の人たちが、そういった IT 系の知識とかスキルを身につけて、今までは、そういう情報処理専門部隊に頼ってたものを、自分たちでもそういう便利ツールを作って、新しい業務価値を作っていこう、新しい事業価値を作っていこうといった取り組み、そういったものが、こういったリスキリングによる、成果というものだと思いますね。リスキリングをすることの意味、リスキリングが評価されるものだと思うんですね。ところが、評価されないパターンっていうのもあると思うんですよ。それは何かというと、いわゆる、その会社の中だけ留まらないことですよね。リスキリングして、その会社の中で実績を積めばいいですけども、例えばですね、何らかの理由でこれまでのキャリアを失ってしまって、別のキャリアに変えなければ、これから仕事していけないという人がいたとしますよね。そういった時にですね、いくらですね、仕事につけていない状態でリスキリングしても、それはですね、評価されないんですよね。なぜかというと、実務経験がないからなんですよね。実務経験っていうのは言われてしまうと、どうしてもリスキリングっていうものでは補えないと思うんですよ。学び直しとも言われるかもしれないですし、とにかくですね、学ぶということは実務経験になっていないということなんですよね。それがですね、大きな、理由の一つになっていると思うんです。つまりは、リスキリングっていうものは実務経験、自社内での評価の場合は実務経験に即つながるからいいと思うんですけども、仕事を変えよう、あるいはこれからキャリアを改めようと思っている人がリスキリングしたとしても、それは全く実務経験につながらない。であるがゆえに、自分のその後のキャリアチェンジとして全くもって評価されないっていうことなんですね。ここが一つですね、難しいところなんですよね。いくらキャリアをチェンジしよう、新しい道を切り開こうと思って学んだり、学び直したり、新しいことを身につけたり、リスキリングしたりしたとしても、それは全て実務経験ではないがゆえに評価されないといった、こういったことがあると思うんですね。いや、本当にですね、難しい。これは厄介だなと思うんですよね。実務経験ばかり言ってたら、そんなん、評価できる人限られちゃうっていうことなんですよね。逆に実務経験あったとしても、それから先新しいことを学ぶ意欲がない人を雇っても意味ないわけですよね。に対して、実務経験なくてもこれから意欲的に学んでいくっていう姿勢が見て取れる人、こういった人を仲間に、迎えることができれば、それは強いですよね。どんどんその人が実務経験以上に新しいスキルを身につける、吸収力が高くて、会社がどんどん上向きになっていくものだというふうに思うんですよね。さあ、これどういうふうに課題解決したらいいのかなっていうところなんですよ。で、ツイッターのタイムラインでもあったんですけども、学ぶその意欲を評価できるシステムがあるといいよねっていうふうに言われるところなんですよね。学ぶ意欲、学んでる姿勢っていうもの、これどうやって評価しようかっていうものは難しいですよね。学んでる姿勢、学ぶ意欲って見えないんですよね。形にもできない。これをどうにかして形にするっていうことができるのか。ここが大事だと思うんですよね。これができれば、すごくですね、学ぼうと思っている人が評価されやすい社会になるのかなというふうに思うんです。で、そうしていけば、意欲の高い人が中心に評価されて、仕事に就いた後も、高い意欲のまま仕事に取り組んでいけるのかなというふうに思うんですね。もちろんですね、そういう人を雇う側
雇う側もその意欲を、維持し続けられるような環境づくりってとても大事だと思うんですよね。やっぱり学ぶ意欲っていうのは一人じゃなかなか維持し続けるのは難しいものだと思います。その学びを評価する、学ぼうとする意欲を評価し続けることが大切であって、その評価があるからこそまたさらに学ぼうと思えて学び続けた結果、スキルが上がって実務で成果を出すこともできるようになるかと思うんです。はい。なので、こういったリスキリングが評価されない理由っていうのは結構根深いですし、その学んでいくその過程、学ぶ意欲というものを評価することがまずは大事。その評価するシステムを作ることが、このリスキリングが評価されていないこの現状を変えていくことが大事なんじゃないかなというふうに、強く思うところでした。以上ですね、リスキリングが評価されない理由とその対策ということを喋ってきました。はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では失礼します。